開戦から3年半が経過した1918年、連合国は危機的な状況にあった。ロシア国内で革命が起き、新たに政権を握ったボリシェビキが中央同盟国と休戦したのだ。これによりドイツ軍は多くの兵士を西部戦線へ振り向ける余裕ができた。その西部戦線では塹壕戦によりすでに数百万人が犠牲となっていた。しかしドイツも必死だった。イギリスの長期にわたる海上封鎖により物資不足や社会不安が起きていたからだ。アメリカの参戦により、これから連合国には物資、兵士ともに膨大な支援が送られる。ドイツは西部戦線でいち早く勝利しなければ敗北は必至だ。アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領が14か条の平和原則を発表した。秘密外交の廃止、軍備の縮小、オーストリア・ハンガリーの民族自決、そして今後の世界で紛争を解決するための国際組織を設立することが盛り込まれていた。ヨーロッパ各国はこの考えは夢物語だと感じた。ブレスト・リトフスク条約によりロシアは中央同盟国と講和を結んだ。そして和平と引き換えに広大な領土を失った。今や50万人ものドイツ兵が東部から西部戦線に移動できるようになったため、ドイツのエーリヒ・ルーデンドルフ将軍は決着をつけるための最後の全面攻勢を計画し始めた。ルーデンドルフの春季攻勢は突如始まり、連合国の不意をついた。新しい歩兵戦術の活用と迅速な攻勢により、イギリス軍は圧倒され総退却を余儀なくさせられた。ドイツ軍の進撃は英仏軍を分裂させ大打撃を与える可能性があった。フランスはフェルディナン・フォッシュを連合軍総司令官に任命。英仏共同戦略の指揮を取らせた。アミアン郊外ではイギリスおよび火星に来たオーストラリア軍が防戦し、ドイツ軍の前進を食い止めた。そこでドイツは北に目を向け、海峡の港を狙おうとした。しかしイギリス軍がドイツ軍に大損害を与え、突破を阻止した。塹壕の上空では飛行機による戦いが激しさを増していた。両軍とも西部戦線に導入した航空機の数は3000機以上に上る。この年はより多くの資源を持つ連合国が制空権を握っていた。4月21日、ドイツの最も有名なパイロット、レッドバロンことマンフレート・フォン・リヒトホーフェンが乗っていた飛行機を撃墜され戦死した。前人未到の80機撃墜を達成した彼はエースパイロットとして称えられ、敵である連合国からも称賛されながら葬られた。ここでイギリスの新たな爆撃隊がドイツのケルンに空襲を開始。イギリスによる戦略爆撃の幕開けだ。地上ではルーデンドルフの攻撃先が南に切り替わり、フランス軍を目標にした。こうしてドイツ軍は 50km ほど前進したが、アメリカ軍が加勢しマルヌ川で食い止められた。アメリカ軍の第一師団はカンティニーの戦いで本格的な戦闘を開始。3日後、アメリカ軍第二師団はベローウッドの戦いで勝利した。この時点でフランスには100万人のアメリカ兵がおり、さらに毎日1万人以上が新たに加勢した。ドイツ軍の攻撃は4段階目に達し、15km ほど前進したが、フランス軍の反撃によりそれ以上の前進は止められた。
イタリアではオーストリア・ハンガリーがドイツの大攻勢を支援するためアジアゴとピアーベ川で攻撃を始めた。しかし反撃により大損害を被り、オーストリア軍の士気は失われた。イギリス・フランス軍がロシア北部のムルマンスクに上陸。これはボリシェビキに反抗する白軍を支援するための行動で、ロシア内戦への介入だ。西部戦線では第二次マルヌ海戦が勃発。ドイツ軍の最後の大攻勢が行われたが阻止された。ルーデンドルフの大攻勢はドイツ軍に60万人以上の死者を出し、決定的な突破口を開くには至らなかった。ドイツの最後の賭けが失敗したのだ。連合国は新たな攻撃を始めた。アミアンの戦いではイギリス、オーストラリア、カナダ、フランスの軍が戦車や航空機を用いて1日 10km のペースで前進した。ルーデンドルフは8月8日をドイツ陸軍暗黒の日と呼んだ。ドイツ兵は疲労や飢えによって士気が低下し、何千もの兵士が降伏し始めた。アミアンの戦いを皮切りに連合国の100日攻勢が始まった。長らく膠着状態だった塹壕戦はついに終わり、ドイツ軍は総退却させられた。バルカン半島では連合国がドブロポリエにて新たな攻撃を始め、ブルガリア軍を撃破した。そのままブルガリア軍は崩壊し、2週間後に休戦協定を結ぶことになる。中東でもイギリス主導の軍がメギドの戦いでオスマン軍を破り、2万5,000人の捕虜を得た。加えて連合軍はダマスカスとアレッポも占領した。西部戦線ではフォッシュ元帥の指令による総攻撃が開始。イギリス、フランス、アメリカそれぞれの軍がドイツの防衛線であるヒンデンブルク戦に突撃し突破した。ルーデンドルフは皇帝に戦況が絶望的でドイツは休戦するしかないと進言した。こうしてドイツはアメリカのウィルソン大統領に講和を要請。ウィルソンはドイツが全ての占領地から撤退することと皇帝の退位を要求した。イタリア戦線では連合軍がオーストリア軍に対する最後の攻撃を開始。オーストリア軍も崩壊し、30万人が捕虜となった。中央同盟国は崩壊し、オスマン帝国もムドロスで休戦協定に調印した。その4日後にはオーストリア・ハンガリーもまた休戦協定に調印した。キールではドイツ海軍がイギリス海軍に対する特攻を命じたが、兵士たちはこれに従わず反乱を起こし、その波はドイツ全土に波及。皇帝は退位し、ドイツ共和国が成立した。11月11日、ドイツ代表団はコンピエーニュにあったフォッシュ元帥の鉄道車両内にて休戦協定に署名した。この協定は午前11時に発効するが、その直前まで戦闘は続いていた。10時59分、アメリカ兵のヘンリー・ガンサーがドイツの機関銃に撃たれ戦死。おそらく第一次世界大戦で最後の戦死者と考えられている。
休戦の3日後、東アフリカでフォルベック将軍率いる部隊が降伏した。彼は4年もの間、ドイツ本国から孤立した状態で戦い抜き、膨大な数の連合兵を拘束していた。そのため彼は歴史上最も偉大なゲリラ戦指導者の一人と考えられている。パリ近郊のベルサイユ宮殿にてパリ講和会議が開かれた。今後の国際紛争を防ぐために国際連盟を創設する提案が決議された。1919年6月にはベルサイユ条約が調印され、ドイツに厳しい制裁が課された。軍備の制限、多額の賠償金、そして国内各地の領土の割譲、さらに植民地は戦勝国に奪われた。ドイツはまたこの戦争の責任を全面的に負わされ、ドイツ人の強い恨みを残すこととなった。ヨーロッパの国境が引き直された。ポーランドは100年間の外国による支配が終わり復活した。またオーストリア、ハンガリー、チェコスロバキア、ユーゴスラビアができ、ルーマニアは領土を拡大。オーストリア・ハンガリー帝国は終焉を迎えた。オスマン帝国も解体され、戦勝国の支配する新たな国家が作られていった。今後の新たな紛争の種がまかれた瞬間だ。アジアではドイツが支配していた山東半島が日本のものとなり、中国はこれに反発した。第一次世界大戦では戦闘を行った兵士の8人に1人、950万人が死亡、2100万人が負傷し、700万人の民間人も死亡した。ヨーロッパの大部分が廃墟と化した。国が滅亡し、新たな国が生まれ、世界中の人々の生活が一変した。世界全体が激変したのだ。